ご視聴ありがとうございます。KK です。今回の動画ではハスの描き方を私なりに説明していきたいと思います。まずハスの花は楕円形を基本として考えます。そしてそこにアーモンド型の花びらを描いていきます。楕円形の円周に沿わせるように描いていきましょう。反対側も同じように描いていきます。奥になっている花びらの線を消すと花が完成します。これは一番シンプルな横から見たハスの花の形です。マークやパターンとして使いやすいと思います。同じパターンでもどの花びらを前に持ってくるかによって印象が変わってきます。両側の花びらが手前にあると考えて消していきます。違った印象になり花のバリエーションが増えると思います。次に斜め上から見たハスを描いていきたいと思います。同じように楕円形を基本に考えます。花の開いている部分を小さい楕円形で印をつけます。そして外側の楕円形から内側の楕円形に向かって花びらを描いていきます。両脇の花びらは内側に少しカーブした形になります。奥の花びらを描く前に少し花びらの形について説明したいと思います。正面から見た花びらは先の尖った楕円形、アーモンドの形をイメージすると良いと思います。斜めから見た花びらは楕円形を細くし、それに厚みを描き加えます。さらに横向きに近づけると楕円形を細くし、描き加える厚みの幅を大きくしていきます。横向きの花びらは楕円形を半分に切った形にすると良いと思います。手前に見える花びらは上に上がっているので楕円形の3分の2ぐらいを使います。そして上に上がっている部分を山形に描きます。これらを基本にして花を描いていきましょう。奥の花びらは裏が見えているパターンを使います。奥の中央の花びらは先の尖った部分だけを描けば良いと思います。次に大きく開いた花びらを描いていきます。どの方向にどの見え方をする花びらを描くかは自分の好みで選んでいくと良いと思います。さらに上の方から見てよく開いた形のハスを描いていきたいと思います。やはり基本は楕円形で考えます。中心となる楕円形を下にずらし、そこに向かって花びらを描いていきましょう。花びらが短くなるのでアーモンドの形の上3分の2ぐらいを使って描いていきます。あとは先ほどと同じように描いていきます。両側の花びらは少し内側に向けて描いていきます。そして奥の花びらは裏が少し見えたパターンを使います。大きく開いた花びらも描いていきましょう。これも先ほどと同じように描いていきます。そして今回はさらに奥の花びらを描いていきます。外側の楕円形の線を頼りに描いていきましょう。すべて楕円形の中に収まるのではなく、楕円形からはみ出した花びらも描いていくと良いと思います。ハスの花の中心、固くも描いておきます。最後にあまり開いていない状態のハスの花を描きます。楕円形を描いた後、中心に円を描きます。
円の上の方に小さい楕円形を描き、そこに向かって花びらを描いていきます。あまり開いていない花の周りに数枚開いた花びらを描くと、また違った趣のハスの花が描けると思います。ハスの葉について説明したいと思います。形は楕円形を基本に考えます。周りのラインを少しうねらせましょう。上にカーブをつけたところを直線で結ぶと翻った感じになります。中心の点は下の方に打ちます。そこから放射状に葉脈を描くと葉の完成です。横から見た葉の形は、まず細長い雲のようなものを描き、下に向かって三角形を描くと出来上がりです。茎の部分から上に向かって葉脈を描きます。では練習していきましょう。ハスの花に使った色はフェニックスのクリムゾンとチタニウムホワイトです。筆は平筆の18番も使いました。筆に白と赤を取るのですが、割合としては白が半分以上、3分の2ぐらいのダブルローディングです。奥にある花びらから描いていきます。花びらの先で赤の幅が広くなるように少し筆を強く押します。最後は赤の幅が狭くなるように筆を立てながら離していくのがコツです。うまく色が出ない場合は逆方向から試してみるのも良いと思います。花びらを描く時の筆使いのコツとして、最初は筆が紙に接する部分を少なくし、花びらの先ではギュッと押して幅を広くし、最後はまた立てるようにして筆を離します。後ろの部分が少し見えている花びらも同じように描いていきます。外側の輪郭に沿って同じように筆を動かしていきます。裏が見えている部分は赤のサイドロードを入れています。幅が狭いので筆は平筆の10番に描いています。サイドロードをしていない方の筆のコーナーは紙から浮かして紙に色がつくのを防いでいます。もう少し多く裏が見えている花びらも同じように描いていきます。裏が見えている部分が多い場合はそのままの筆でも大丈夫だと思います。横向きの花びらはそのまま筆で輪郭をなぞるだけにしました。手前に裏が見える花びらも同じようにまずは輪郭をなぞっていきます。裏が見えている部分は筆のサイズを平筆の10番にし色を重ねています。この花びらの描き方を基本にして花を描いていきたいと思います。先ほど説明したハスを使い作品を仕上げていきます。まず奥の花びらから色をつけていきます。裏が見えている花びらは後からその部分を仕上げていきます。ハスの花びらは先がスッと尖っているので、そこを気をつけて描いていきましょう。
この動画ではクリムゾンという赤が強い色を使っていますが、好みの色でいろいろ楽しむと良いと思います。花びらの裏が見えている部分を仕上げていきます。筆のサイズは自分の使いやすい筆を使ってください。ベタ塗りにせず、サイドロードやダブルロードを使うと陰影ができて良いと思います。花托が見えているハスの花も同じように描いていきます。まず奥の花びらから仕上げていきましょう。花びらの後ろが見えている部分を仕上げていきます。一番手前の花びらの裏が翻った部分を描き忘れているので、最後に仕上げていきます。ハスの葉はワッシュで塗っていきます。筆跡が残っても良いように周りから中心に向かって塗っていきました。葉の色に変化をつけるため、ベースで塗ったダークフォリッジグリーンを水であまり薄めずにさっさと中央に向かって塗っていきました。葉脈はライナー筆で中央から周りに向かって描いていきます。絵の具を水で薄め緩くすると描きやすくなります。葉が翻った部分はグリーンシーのワッシュを塗りました。葉の周りなどところどころをダークフォリッジグリーンのサイドローディングを入れ、葉の色が単調にならないようにしています。茎の部分はダークフォリッジグリーンとグリーンシーのダブルローディングで描いていきます。花托はサンブライトイエローとグリーンシーのダブルローディングで色をつけていきました。
ハスの花びらの薄いラインは丸筆を使いました。丸筆を回転させ、筆先を広げます。細いラインが描けるかをパレットの上で確認してから花びらに描いていきます。筆先だけを使ってさっさっさと軽く描いていきましょう。花びらのカーブに合わせて描いていくと、花びらがより立体的に見えるようになると思います。ハスの葉に水滴を描いていきます。水滴の描き方については過去の動画で説明しているので、よろしかったら参照してみてください。影の部分はベースと同じダークフォリッジグリーンを使っています。ハイライトの部分はチタニウムホワイトを使っています。光っている部分にホワイトでドットを入れて完成です。花托の上の部分は毛先を広げた丸筆でドットを打っています。葉の仕上げとしてサンブライトイエローのサイドローディングで葉の裏に色をつけています。また葉の表面にそのまま色をのせると色の変化を楽しむことができると思います。先ほど描き忘れた手前の花びらの翻りを描いていきます。もう一枚の葉の方にも水滴を描くことにしました。花びらのラインが濃くなってしまったところの修正です。ライナー筆で白を取り、消したい色のところにのせていきます。白のラインをちょうどいい色合いになるところまで描いていきましょう。今回のハスの花の絵の完成です。花の向きや色、葉を組み合わせて自分の作品を作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではトールペイントのテクニックを紹介していこうと思っています。高評価ボタン、チャンネル登録、とても励みになります。よろしくお願いします。また、感想やリクエストなどございましたら、コメント欄で伝えていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。